はい、こんにちは。山下夏美です。5月30日土曜日、今日も平塚海岸でスキムボード練習してきました。最後の方は少しサーフィンもやったかな。両方やっていった中で、今日はスタートいろんなポイントをチェックしたんですが、スタートはここの扇の松ポイントで入ってきました。唯一ここだけが看板地形が、うまく合わさってたんじゃないかなと思います。おそらくできる時間は相当短いんですが、そんな中でも、いいライディングが今日に関してはできたんじゃないかな。こんな感じのラップであったりとか、基本この時間はラップがメインだったかな、間違いなく。これとかもかなり綺麗なラップ、こういうライディングが少し狙えてたかな。メインとしてはこの1枚超えた裏側の波がちょうどよく張ってくることが多かったので、それを狙っていく感じだね。必ずしもこうやっていい感じにラップが狙えたりとかするように残ってくれるわけじゃないんだけど、そこは潮の引き具合と看板とか、あとは地形がはまってくれてたおかげなんじゃないかなと思います。意外と波が分厚く来てた感じ。これとかもかなり綺麗に回していく。決してサイズがあったわけではないんだけど、この波サイズにしては遊べる波ではあったかなと思います。だいたいミドルタイドぐらいですね。引きにかけてのミドルタイド。基本的にはクイックで回すっていうよりかは緩く合わせていく感じ。ドンピシャでいい位置を合わせて回せれたら、ラップはしやすいかなって感じだったかな、この辺りは。ちょっとね、映像だと分かりづらいんだけど、結構波がよれ気味だったので、こういうドンピシャのラインを合わせるのには、ある程度波が割れそうな位置を読んだりとか、早めに出てるとか引きつけるとか、そこの見極めがうまくできると今みたいなラップがすごいできやすい感じではあったかな。これとかもかなりいい位置で回したね。この辺りが一番連続していいライディングが取れてたあたりかな。これとかも悪くなさそう。ちょっとパワーはないけど。これとかは少し早めに出てギャップ1枚超えて合わせていく。ただ手前の波に重なったからスーパーライトとまでいかなかったかな。でようやくでき始めたかなっていうタイミングで、この辺りね、風向きが予報より圧倒的に早く変わって、もうこの辺り少し風面になりつつある感じかな。だから先ほどとも波が結構打って変わって、クイックターンをしなければいけない波と全然巻かない波っていう結構二極化した感じの波になってきてたかな。だから見極めがより難しくなった感じはしましたね。だからちょうどいいラップがなかなか取れなくて、この辺りはこれとかもさっきより波が潰れてるから綺麗にラップができてない。そういった波でもしっかり回せる技術っていうのは必要なんで、練習していけるといいかな。あとはこういうトリックやりつつはね、ナイス180。波が変わってきたから少しトリック系とかも増やしていきながらこの辺はやっていってるかな。これとかも結構クイックターンじゃないと乗り切れない感じになってきてる。これとかもスピナーからラップ狙ったんだけど、思いのほか波のブレークが潰れてるからベストライドまでいけなかった感じだよね。すごいもったいなかったね、今の。これとかはそこを読んで軌道修正してクイックターンを合わせていった。
このラップラインも悪くない。しっかり綺麗に回せてるね、間違いなく。ターンして、これはトリックかけようとしたけどポジションが悪くてかけてれなかった感じかな。これはパーないね。もうかなり早めに回し始めたけど、まあ仕方ないこれは。まあでもしっかり乗り切ってるから OK。 少し早いけどこれはライナー側うまいですね。ターンしてテールすぐ踏んでうまく抑え込んでいく。このフロントもいい感じだね。この辺は結構左右うまく合わせながら乗っていく感じだね。バランスよく。先ほどよりもバックサイドの波のクオリティも下がってるんで、この辺りは、まあ、風面で少し難しい波とかの対策っていう意味で、まあ、この辺りはいろいろ試してる感じかな。これとかドンピシャじゃない？いいね。これ風面でだいぶよれてたのによく見極めましたね、あのポジションを。これはフロントか。少し軌道修正入れてライナー3ショービットまで。いい感じだね。今のはかなりいいと思う。高得点。これとかは少し残っていく場所。フロントショービット。これはフロントラップ狙うかな。悪くないね。少し波潰れてたから回しづらかったけど、まあ悪い狙いではなかった。これは難しい。スプレーターンそこで終わっちゃったけど、まあいいレールの入り方だったね。今のは、今のを乗り切れるともっと良かったかな。まあ、こんな感じで一旦スキムをしてたんですが、まあ、この辺りで、まあ、ちょっとずつ波が変わってきたのが分かるかな。もう風で潰されてるプラス、まあ、潮がどんどん引いてってるっていうのもあるので、この辺りなかなか難しくなってるね。これとかが最後の方で唯一間に合った波だったかな。なのでここからポイントを移動していきまして、コート前の方にね、波チェックがてら移動してきました。まあそのまま終わってもいいかなっていう感じではあったんですが、まあ波情報の収集ってこともあったので、コート前にここで移動してサーフィンをしてきましたね。おそらくだけど短いボードであればこっち側のピークの方が良かったんじゃないかなと思います。サーフィンに関しては扇のあたりから袖のあたりとかもね、サーフィンはできそうだったんですが、まあ、浮力のあるロング向きの波だったかな。パワーが非常にもらいづらい波ではあったと思うんで、なのでこっちの方が、まあ、短いボードからミッドレングスぐらいの人であれば少し張ってる波を取ることはできたんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じのグーフィーとかね。しっかり左右両方、まあ、セットくればな話ですけど来てたので、まあ、なかなかちょっと僕の板だと引っかかりづらくて、それでもうまく取れることはなかったんだけど、まあ、ちょうど引き切りってこともあって、まあ、割れやすい波ではあったけど、その分パワーもないから引っかかりづらいっていうのはあったかなとは思う。だから逆に言えば引っかかってうまくテイクオフして合わせられればロングライドは可能だったかなと思います。まあそこのポジションにうまく入れれるかっていうのと、しっかり置いてかれないかっていうのはまあ重要ではあったね。これとかはかなりロングライドできた方なんじゃないかな。このレギュラーとかも悪くないかな。多分前出れるんじゃないかな、ここから。いいね。スムースなライディング。
全体通してこの辺りはなかなか乗れないなっていう中で、うまく波を探してる感じだったね。このレギュラーとかも悪くない。よく捕まえたね。ナイスライド。今日はこんな感じで、スキムもサーフィンも、ポイントを移動しながら練習してきました。なかなか予報より風が入るのが早くて、思った通りのねちょっと展開にはいかなかったんですが、とりあえずある程度この周辺のね地形であったりとか、波質良さげな時間とかもね分かったので、しっかりピーク選んでいい練習できたかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。